今日の動画では世界で最も aggressive, relentless, ferocious and unstoppable とにかく攻撃が止まらないそのボクサーをトップ10皆様に紹介していきたいと思います。彼らの素晴らしいハイライトを見ながらファイトスタイル、輝かしい戦績を見ていきましょう。でもその前にチャンネル登録ボタンをスマッシュしてください。27戦27勝 27KO 全試合を KO で勝つ WBC チャンピオンは Valero だけです。アグレッシブなファイトスタイルで Valero はデビュー戦から181ラウンド KO 勝ちを果たしました。その信じられないパワーで相手の腕に硬いパンチを当てダメージを与えていました。He would land punches right here where he would break down their arm. He was very smart in the ring, but the power is what was insane. His power was really insane. Valero のパンチングパワーは有名ですが、打たれ強さも印象的です。いいパンチをもらっても下がらず、相手が倒れるまで攻撃を止めません。世間は Valero と同じ階級のチャンピオンマニー・パキャオとの対決を熱望していましたが、残念ながら実現することはありませんでした。No matter where it hit you, even if you were blocking, just feel the power. You know who else Mikey sparred at the same time? Manny Pacquiao. Valero hit harder. And if they had it for five, I would just pick Valero to knock out Manny. 8階級世界王者マニー・パキャオはThe greatest boxer の一人として知られています。負けることもありましたが、パキャオはどんな相手からも逃げずに挑戦する勇敢な男でした。パワー、スピード、スタミナを持つパキャオは最初から最後まで足を止めず、手数の多いコンビネーションでアグレッシブに相手を攻めました。現在もなお現役で2019年に WBA ウェルター級スーパーチャンピオンキーフ・Thurman に勝利すると40歳で最年長のウェルター級チャンピオンの記録を達成しました。Edwin Valero vs Manny Pacquiao もし行われていたらどちらが勝っていたのでしょう。皆さんの意見をぜひコメント欄でお知らせください。手数とスピードの勝負では誰もマニー・パキャオに勝てませんが、パワーではビッグ・ジョージ・フォーメンがナンバーワンだと思います。若いフォーメンは強引に前進するとワイルドでパワフルなパンチを打ち、数多くの相手を KO しました。前半のキャリアでジョージ・フォーメンは43勝 40KO の戦績を果たし、そのうち25回は2ラウンド以内に相手を倒しました。45歳で世界ヘビー級タイトルを獲得すると、ジョージ・フォーメンは歴史上最年長のヘビー級チャンピオンの記録を達成しました。Hello, my name is Rocky Marciano. It was as if a sculptor took a big boulder and just chiseled the fighter out of it. One critic described Marciano as too short at 5'10" and too light at less than 190 pounds to seriously challenge mediocre heavyweights, let alone to be a contender for the world title. Additionally, Marciano had an arm reach of only 68 inches, the shortest ever for a known heavyweight. But what Marciano lacked in physical endowment, he made up for in grim determination. He had an insatiable appetite for hard physical gym workouts, an ability to absorb punishment, a chin like graphite, and a resounding will to win. 身長179センチ、リーチ173センチのロッキー・マーシアノはビッグではなかったです。ヘビー級ボクサーとしては体が小さかったものの、ハートと勝つ意志では誰にも負けませんでした。マーシアノはアグレッシブなファイトスタイルで知られていて、パンチングパワー、スタミナ、打たれ強さの才能がありました。相手にクリーンヒットされてもマーシアノは前進して KO を狙っていき、
相手が倒れるまで攻撃を止めません。優れたボクシングテクニックではありませんでしたが、マルシアノは 49&0 完璧な戦績を成し遂げました。そして49勝のうち43 KO 勝ち、見事 87% の KO 率です。無敗の世界ヘビー級チャンピオンはロッキー・マルシアノ以外存在しません。My mission is to go and destroy and not to let anything get involved. You get punched, you get hurt. I refuse to be hurt, knocked down, and knocked out. I can't lose. I refuse to lose. マルシアノと同じくヘビー級としては体の小さかったタイソンですが、彼には軽量級のスピードとヘビー級のパワーがありました。タイソンはスピードを生かして相手の長いパンチをヘッドムーブメントで外し、アグレッシブに距離を詰めました。そして自分の距離に入るとショートで強烈なパンチを打ち込みます。このファイトスタイルは一般的にピーカブーと呼ばれています。そのピーカブースタイルでタイソンはデビュー戦から19連続 KO 勝ちしました。キャリアの戦績は50勝 44KO、 驚異の 88% の KO 率を達成しました。1930年代ヘビー級チャンピオンマックス・ベアは世界最強とまではいきませんでしたが、エキサイティングな試合で観客を喜ばせることで有名でした。キャリアで110回ダウンを奪ったマックス・ベアのパワー、フィジカル、そして強烈な右オーバーハンドは有名でした。マックス・ベアの最も知られている試合は体重120キロの巨人チャンピオンプリモ・カネロとの世界タイトルマッチです。この対決でマックスはプリモを11回マットに倒して11ラウンド KO 勝利してヘビー級ベルトを獲得しました。2-time 世界ミドル級チャンピオン GGG のパワーと圧力は有名ですが、相手にパンチをクリーンヒットされてもびくともしない打たれ強さは人間離れしていました。350回ものアマチュア戦とプロ42戦で一度も倒れたことがない Triple G は最も打たれ強いボクサーとも言えるでしょう。その打たれ強さを使い相手をロープに詰め硬いパンチをコツコツ当てていきます。徐々に相手を削ってチャンスが現れたところに GGG はパンチをつなげて KO しに行きます。そのプレッシャーファイタースタイルで GGG は40勝 35KO、 87.5% の KO 率を達成しました。ミドル級チャンピオンとしては最高記録です。2階級王者アルジェンティニアンマルコス・マイダーナは目を離せないエキサイティングな試合で会場を盛り上げました。マイダーナはパワー、圧力、タフネス、そしてユニークなオーバーハンドで知られていて35勝のうち 31KO を成し遂げました。ワイルドにパンチを振る様子はまるでテクニックがないボクサーのように見えますが、その実力は確かで彼は世界のベストとの戦いでも爪痕を残しています。強引に攻めるボクサーはカウンターを食らって KO 負けすることがよくありますが、打たれ強いマイダーナが KO を経験することはありませんでした。The Hitman の異名を持つ男トーマス・ヘルンズはパウンド・フォー・パウンド最強なパンチャーの一人として呼ばれています。ウェルター級でデビューしましたが、ヘルンズには高い身長と長いリーチ、広い肩幅があり、ライトヘビー級までうまく体重をつけることができました。身長が高くて長いリーチのあるボクサーは普段下がりながらディフェンス中心的に戦いますが、ヘルンズは違いました。アグレッシブに前進して長いリーチで相手を下がらせてパワフルなパンチをコンビネーションで打ち込みました。ウェルター級、ライトミドル級、ミドル級、スーパーミドル級、そしてライトヘビー級でタイトルを獲得し、ヘルンズは初世界5階級制覇したボクサーになりました。
デビュー戦から89戦無敗の戦績を成し遂げたフーリア・シーザー・シャーベズは1990年から93年 The Ring Pound for Pound No.1 ボクサーと名付けられました。今でも The best boxer of all time の一人として認められています。タフネスと打たれ強さの才能があり、シャーベズはアグレッシブに前進し、プレッシャーをかけて距離を詰めてから硬いパンチを打ちました。近い距離で戦うインファイトが得意でした。シャーベズは左右両手に KO パワーがあり、上下パンチをうまく混ぜていました。すべてのパンチにパワーがある手数の多いコンビネーションで数多く相手を KO しました。107勝 86KO 素晴らしい戦績を誇るシャーベズはタイトルマッチで27連勝をしてタイトル連勝の最高記録を達成しました。皆さんはどう思いますか？ぜひ皆様の意見をコメント欄でお知らせください。ファミリータイムチャンネルでは皆様に最高な格闘技エンターテインメントをお届けすることを心がけています。チャンネルにまだ登録していないならその登録ボタンをスマッシュしてください。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。We'll see you again soon! Bye bye!